今回の動画はハートのマカロンの作り方と絞り方のコツをご紹介します。今回は卵1個分 30g の卵白を使って作ります。卵白は腰を切り常温に置いておきます。グラニュー糖を計量します。粉砂糖とアーモンドプードルは一緒にふるっておきます。残った粗いアーモンドプードルは私は一度だけ細かくして再度ふるいます。ここで残ってしまった分は使いません。絞り袋とテンプレートをセットして準備完了です。では、マカロンコックから作ります。まずはメレンゲを作ります。グラニュー糖は数回に分けて入れます。ツヤが出て角がピンと立つしっかりとしたメレンゲを作ります。私は個人的にマカロンはこのメレンゲの状態と焼き加減が難しいかなと思っている点です。アーモンドプードルと粉砂糖を入れ、全体をさっくりと混ぜます。ここで色のジェルも加えました。全体が混ざったら、生地をボウルの側面や底に優しく押し当てながら混ぜます。生地が少し滑らかになったと感じたら、ヘラを持ち上げてみて、生地の状態を確認しながら進めます。
ゆっくりとリボン状に途切れることなく生地がヘラから落ちるようになれば完成です。私はいつも数字の8がゆっくりと書けるようになるぐらいを目安にしています。絞り袋の先は直径5ミリほどのあたりで切ります。ハートの絞り方ですが、雫型の上下が逆になったものを絞ることをイメージします。テンプレートのハートの中には白い丸が3つありますが、上のそれぞれの丸から下の丸へ向かって絞ります。この白い枠に収まるように丸く絞り、そのまま下へ払うように絞ります。うまく絞れなかった場合は、絞ってからすぐに爪楊枝などで形を整えると修正できます。生地はどうしても少し広がることがありますので、白い枠をはみ出して絞ってしまうと、隣同士ひっついてしまい、三角形になってしまうことがあります。また、ハート型に絞ることを意識しすぎると、生地がぷっくり絞れていないこともあります。生地もぷっくり絞れているかということも注意してみてください。こちらのテンプレートは私が作りました。ダウンロードできるようにしましたので、よろしければ動画の概要欄をご覧ください。絞り終えたら生地の表面を乾燥させます。生地の表面は乾いていて、優しく押した時に中が柔らかい状態になったら大丈夫です。私はいつも150度で7分焼いていますが、お持ちのオーブンで焼き加減は調整してみてください。こちらのレモンガナッシュは初めて作ってみたレシピです。正直、最後のバターを入れる工程までは失敗したと思ってやっていましたが、最終的にはとても美味しいガナッシュになりましたので、もう少し研究してみようと思い動画にすることにしました。参考にしたフランスのレシピは動画の概要欄に添付しています。レモンの味がかなり効いたさっぱりした味わいでマカロンにとっても合うガナッシュです。片栗粉に絞ったレモン汁から大さじ4ほど取り出して混ぜます。レモン汁とレモンゼストを沸騰させたら火から下ろし片栗粉を入れます。この時に再度片栗粉をもう一度混ぜてから入れます。ここで片栗粉のダマができてしまいました。ここが改善すべき点です。
再度弱火にかけ、ぐつぐつと沸騰したら、ホワイトチョコレートを入れて火を止めます。よく混ぜ合わせたら別の容器に移し、温度を40度まで下げます。そこに常温にしておいたバターを入れてブレンダーで混ぜます。マヨネーズぐらいの硬さになりました。絞り袋に入れて冷蔵庫で最低4時間寝かせます。